日本では生活の流れがとても早く、長時間労働や満員電車の中で、たとえ多くの人に囲まれていても迷ってしまったり、孤独を感じやすくなります。どの国にも共通していることですが、過重労働やストレス、孤独、そして誰にも話を聞いてもらえないという思いを静かに抱えて生きている人たちがいます。都会の喧騒の中でより大きな目的を見出した東京に一人の若者がいました。これは稲勝也さんの物語です。稲勝也さんは33歳で現在日本に住んでいます。私は1992年、東京の練馬区で生まれました。私の父は日本人、そして母はフィリピン人であります。そして生まれてから私は無宗教です。特に何かに所属したことはなかったです。母親と父親が離婚をして、そのまま2000年ですね。2000年の時に父親から逃げるようにフィリピンに移住しました。勝也さんとお母さんは祖母と一緒にマリキナ市コンセプションで暮らしていました。そうですね、私の当時の夢はとにかくシングルマザーだった母親を助けるためにたくさん稼いで、安定した人生を歩みたいというのが目標でした。幼い頃の勝也さんには夢がありましたが、その道のりは決して平坦ではありませんでした。タガログ語も英語も分からなかったため、どのように自分の気持ちを周りに表現したらいいか全く分かりませんでした。例えば喉が渇いたとかお腹が空いたとか、そういったこともさえも伝えるのができなくて、言葉がわからないため、まず先生が何を言っているのかがわからなかったです。そして言葉がなかなか発せないため、コミュニケーションが取れず、最初は友達を作るのも大変でした。毎日日本に帰りたいと泣いていました。なのでしっかりとこれじゃダメだと思い、毎日辞書を持って辞書を毎日読んでました。そして1年ぐらい2年ぐらい経つと徐々にタガログ語英語ができるようになり、少しずつ自信が持つことができ、おかげさまで高校を卒業することができました。この時期に勝也さんはキリストの教会に紹介されました。数年が経った後、キリストの教会の教義を受けて、そのまま洗礼を受け、イグレシャにキリストに入信しました。しかしもう卒業まで行くと、もう自分のコミュニティを持つことになりましたし、今まで通ってたその小学校の友達もいますし、高校になった新しい友達もいます。そして親戚とも仲良くなって、もう私は日本には帰んなくていいと思いました。もうこれからはもうフィリピンで暮らしていくんだと、もう決心を決めました。勝也さんはフィリピンに滞在し続けることを望んでいましたが、書類手続きの問題により日本へ戻らざるを得ませんでした。泣く泣く、日本に帰ることを決断しました。その時は19歳でしたので、そ
こで働いて家族を助けなきゃいけないと思い決心しました。コンビニエンスストアで働くことを、アルバイトすることを決めました。2年後、勝也さんはいとこに誘われ、群馬県へ移り住みました。そこで工場で働くようになります。なので、そうですね、みんなただ働いた後にまた家に帰って寝る。で、また翌日起きて、また働いて、また寝るっていう、そのようなサイクルしかなかったので、もう朝から晩までですね、残業は当たり前ですね。なので、家に帰っても寝るのがもう本当に何時間ぐらいしかなくて、数時間ぐらいしかなくて、また翌日仕事だとか思うと、不安になったりとか、眠れない夜もたくさんありました。そんな中、それでもフィリピンに残した家族のためですね、シングルマザーですね、少しでも助けになったらなと思い、必死に働きました。日本ではニュースで長時間労働やうつ病、孤立などの社会問題がよく取り上げられます。こうした状況に対処するために、人々は大抵飲酒やその他の悪臭に頼り、それが困難な時期を乗り越える助けになると信じています。でも、そんな中、私はそのようにはならなかったです。なぜなら私はキリストの教会のメンバーであり、そして毎週礼拝奉仕に参加して、そこでいろんな神の御言葉を聞き、希望を持っているからです。Ang sabi sa atin ng Biblia, kinakailangan anya, alalahanin natin, isa puso, yun anyang mga leksyon na tinanggap natin na ating narinig. Saan ba natin narinig yung mga leksyon na naroon ng mga salita ng Diyos na itinuturo sa atin mga kapatid? Saan natin narinig yun? Sa pagsamba po. Sa pagsamba, katulad ng ginagawa natin ngayon. Ang sabi sa atin, dapat talikuran na natin yung mga pag-uugaling hindi ayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Kaya ngayon ang lagi nating ikinakampanya sa iglesia, di po ba? Yung puspusang pagbabagong buhay. Kasi yan ang kailangan na maging uri at katangian natin para tayo makatiyak ng kaligtasan sa araw ng paghukom. Alam niyo, hindi masamang gumamit ng social media. Di masamang maghanap ng mga kailangan mong malaman sa internet. Pero dapat matalino tayo na kapag yung ating nababasa, yung ating nakikita ay hindi na ayon sa doktrina, sa leksyon, sa aral ng ating Panginoong Diyos na itinuro sa atin, huwag na natin yung pansinin. Kasi malalagay tayo sa alanganin. Lalo na sa panahong ito na napakalapit na ng araw ng ating kaligtasan. Kaya nga tayo tinuturuan ng ganito sapagkat ang gusto ng ating Panginoong Diyos, maligtas tayo. Huwag masayang itong ating kahalalan.日々生活している中でですね、仕事をしている中でも、フィリピン人の一緒にいる仕事仲間とか、他の他国の方でも、日本語が話せない方がたくさんいました。そして会社の方針とかをその方々に説明するとき、上司たちはとても困っている時がたくさんありました。なので、私が代わりに通訳しますよというふうに手を挙げて、
ちゃんとした職に就くことができるようになりまして、しっかりとその稼ぎも良くなったため、家族にも手伝うことができますし、貯金などもできるようになり、やっと夢見た安定した、そしてその通訳の仕事を個人の仕事だけではなくですね、キリストの教会の中でも使えていることにとても幸せを感じています。なぜなら、この通訳という才能を通して子供の礼拝の子供たちと接することができたからです。フィリピンのそのタガロ語もわからない、英語もわからない子供たちに届けることができているのが何よりも一番の幸せでした。Yan ang sinasabi sa atin ng Biblia. Sa Diyos natin, hanapin yung kasiyahang nating ninanasa. Sapagkat pagka sa Diyos tayo lumapit, sa Diyos tayo nagtiwala, nanalig, ibibigay niya yung lahat ng talagang ninanais ng ating puso. Kaya nga ipagkatiwala mo anya ang iyong buhay kanino? Sa Panginoon. Isipin niyo, mga kapatid, bakit hanggang ngayon narito pa kayo sa iglesia? Wala ba kayong pinagdaan ng pagsubok? Wala ba kayong pinagdaan ng mabigat na suliranin? Hindi ba kayo nagkaroon ng karamdaman? Pero bakit hanggang ngayon narito kayo? Ang unang ginawa ninyo, tiyak, nanalangin kayo sa Diyos. Nakiusap kayo sa Kanya. Kaya ito pa tayo. May buhay, may lakas. Nakapaglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Huwag nating bitawan yun. Sapagkat kakaunting panahon na lang, darating na ang ating Panginoong Kristo para ipagkaloob ang kaligtasang pangako ng ating Panginoong Diyos sa atin. Kaya makapagtitiis naman tayo. Hindi naman tayo magiging kawawa. Sapagkat ang Panginoong Diyos laging gagabay, laging tutulong sa atin. Hindi niya tayo pababayaan. Bigyan lamang natin siya ng kasiyahan kung papaanong ang isang magulang pagka nasiyahan dun sa kanyang anak, kahit hindi humiling pinagkakalooban ng kailangan ng anak. Lalo na ang Panginoong Diyos. Ganon ang gagawin niya sa atin at higit pa. saらにもう一つの祝福が勝也さんに訪れました。彼は結婚し、妻と共に子供にも恵まれました。しかしその後、勝也さんの人生に新たな試練が訪れました。いろんな症状が出てきました。めまいとか痛みとか息切れとかですね、立ちくらみとか。ただですね、その1月の上旬のある日にですね、保育園に着いて息子を2階の部屋まで届けようとした時ですね、本当にゆっくり階段を上っているのに息切れが激しくてですね、胸が痛んだんですね。なのでこれはちょっともうやばいのかなと思いまして、そこで病院に行くことを決断しました。そしてまず病院に行って、血液検査をしましょうというふうに言われました。その日は金曜日でして、緊急入院しなさいというふうに先生に言われました。しかし私はまず教会でオイルを塗ってもらいたいと、あと礼拝に出たいと言い、先生にすみません、入院は礼拝の後の月曜日にしてくださいというふうに強くお願いしました。その時は命に関わることがあるかもしれないから今すぐ入院しなさいと言われましたが、それでも私は入院することを先送りにすることを決断しました。
神様はそのしもべに絶対に悪いことをしないと信じているから、どのようなことが起きてもそれは神様の御心です。それに従えば絶対に神様は私たちを助けてくださると深く今も信じています。Ang sabi sa atin ng Biblia, huwag natin maging konklusyon yan na kapag talagang mahirap ang ating nasasagupa, walang ginagawa o walang gagawin ng ating Panginoong Diyos. Sapagkat pagka tayo nanalig sa Diyos, di tayo humiwalay. Ano man ang ating nasagupa, lalo tayong karapat-dapat sa espiritual na proseso ng pagpapadalisay. Katulad ng nangyari sa ating Panginoong Kristo. Kasi nanindigan siya. Kahit na gaano katindi yung kanyang naranasan sa kanyang buhay, di sa tumalikod sa Diyos. Yun din ang gawin natin. Hindi tayo pababayaan ng ating Panginoong Diyos. Manindigan tayo sa katotohanan. Huwag tayong hihiwalay sa mga kalooban ng ating Panginoong Diyos. Sapagkat tandaan ninyo, ang Diyos hindi natutulog, hindi nagpapabaya. Lagi siyang nakamasid sa atin. Hindi tayo mabibigo sa kanyang pagtulong sa atin. Basta nakita niyang totohanan ang ating pananampalataya. Hindi natin binibitawan ang ating kahalalan. Hindi tayo tumatalikod sa kanyang mga kalooban. Paglapit natin sa kanya, madaling-madali nating matatamo ang kanyang mga pagpapala. 礼拝の後、勝也さんは入院し、一連の検査を受けることになりました。その結果ですね、腎不全だというふうに言われました。急性腎不全です。原因はわからないということです。どんなにそのライフスタイルが良くなくても、この年齢で腎不全になるのは説明ができないというふうに言われました。その状況のため、勝也さんは仕事も辞めざるを得ませんでした。これまで懸命に働いてきた仕事を失ったのです。それでも、この大きな試練の中で、勝也さんは一つのことを選びました。特に心が弱く感じられるときに、神により強くしがみつくことです。勝也さんの物語はここでは終わりません。病の中でも彼は教会の務めを果たし続けました。毎日お祈りを捧げました。そして入院していても横田支部のためにもし通訳が必要なら病室から通訳とかをしていた時もあります。一層神様に近づこうと毎日頑張りました。お祈りの内容は、神様どうか私が諦めないように力をつけてください。まだ子供が小さいです。まだ一人にさせたくはありません。妻も私も両親が揃って子供を育てたいですと一生懸命お祈りをしました。なので病気が治らなくてもいい、ただ力をくださいと。Ang sabi sa atin magtiwala tayo sa Panginoong Diyos sa lahat ng panahon. Pagka tayo nagtiwala sa Diyos sa lahat ng panahon, ipinahayag natin sa Kanyang lahat ng matitinding hangarin natin. Siya lamang ang tanging makatutulong sa atin, mga kapatid. Mga kapatid, hindi tayo dapat sumuko sapagkat ang Diyos natin hindi susuko para sa atin. Ibibigay niya sa atin ang ating kailangan. Makita lang niya na tayo totohanan sa ating ginagawang paglilingkod sa Kanya. Di natin binibitawan ang ating kahalalan. そのおかげというか、そのように続けて神様に仕えてきたので、おそらく神様の憐れみで今もなおこうやってしっかりと任務を続けることができています。本来であれば入院した1月からですね、もう透析を始めなさいと先生に言われました。しかし、今でも
透析を始めずに済んでいます。毎月病院に通っているんですけれども、先生には奇跡だと言われています。で今は回復するために専念をしています。しかし、日本のそのいろんな制度を使って今も、日々を乗り越えることができています。神の恵みによって母親も現在日本におり、キリストの教会での奉仕に積極的に取り組みながら仕事にも従事しています。私は今も横田支部では第2のヘッドディーコン、そして子どもの礼拝の先生をしております。教区では教区全体の子どもの礼拝の会長も務めています。今もなお妻は横田支部で聖歌隊をやっております。これからももっと重い試練があるかもしれません。私が想像できない問題が私の前に立ちはだかるかもしれません。でもそれでも私は怖くはありません。もう準備はできています。何があろうとも神様を頼って神様に仕えることはやめません。